どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、iPhone 15を買うべきか選び方のコツみたいなところですね、結構ここ3ヶ月ぐらいでコメントいただいてますので、そこに回答するっていう形で、こういったところをポイントで選んだ方がいいんじゃないかとか、例えば11から変えるとここが違いますよとか、いろいろあったので、買うのをね、迷ってるみたいな方とかですね、ぜひ参考になるんじゃないかなと思いますので、ゆるい感じで答えていきますので、ぜひ質問あればですね、コメントいただければまた取り上げさせていただくかもしれないので、ぜひね、コメントしてみてください。iPhone のレビューもね、ありますので、ぜひチェックしていただいてからね、また6ヶ月レビューも上げる予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。通知ベルを押して。はい。ということでですね、早速 iPhone 15のいわゆる無印というね、モデルの基本的には取り上げていこうかなと。プロモデルもあるんですけど、そもそもこの無印っていうね、何ですかっていうコメントとかもあったんですけど、いわゆるプロじゃない方ってね、書いてくれてますけども、iPhone 今15、11からですかね、プロモデル登場したので、安いモデルの iPhone 15と15、15と15 Pro、プロモデルがあります。はい。で、その中で、15、大きい画面の15プラス、で、15 Pro と、15 Pro Max っていう感じで、基本的にこの画面がでっかくなっただけですね。なんで iPhone 15とか15プラスの方を、安いモデルの方を無印と呼ぶというところでございます。これはなんか独特なね、言い方なんですよね。とりあえずこの買い替えてみてどうだったみたいなところなんですけど、例えば、ユーザーなんちゃらさんは12 Pro から15無印に、15普通の安いモデルに変えましたと。買い替えました。で、写真も動画もあんまり撮らないので無印で十分でしたっていうね、感想をいただいております。ありがとうございます。基本的にやっぱり、11 Pro とか12 Pro、14 Pro かなのもう中身的にはカメラ精度もそうですし、カメラのレンズは2つしかないんですけど、中身的にはね、完全にプロモデルと仕様的には同じようにはなってますので、写真動画あんまり撮らないってね、書いていただいてますけど、撮る方でも結構ね、満足できるんじゃないかなと思います。はい。カメラがね、2つにはなってるんですけど、いわゆるプロモデルと同じような仕様になってます。見た目はね、可愛い感じなんですけど、これケースつけてますけどね。で画面も、ノッチっていうのがね、ノッチじゃね、ダイナミックアイランドっていうのがね、入ってますので、動きます。タイマーとか知らしてみると、よいしょと。ここがね、動くんですよ。このピント合ってないけど、動きますので、で、ここで操作できる感じになってます。これね、結構ね、便利ですよ、地味に。14プロみたいな感じですね。プロモデルと基本仕様が同じような感じになっております。で色は結構薄っぽいですかね。薄くなった気がする。戻りますと、あとですね、ストレージ容量に関してですね、どうするのかというところでして、SE2 かな ?iPhone SE2 の64GB から、15無印の 512GB だと思いますね。するか、15 Pro の 256GB にするか迷ってますと。で、音楽や動画をたくさんダウンロードしているので、容量は多い方がいいのかなと、どちらの方がいいと思いますかというコメントなんですけども、用途に正直によるんですけども、今回正直に128でもいいかなっていうところはあります。外付けの SSDがね、USB-C になったんですよ、今回。端子が。ライトニングから USB-C になったので、これで結構外に、逃がせる。SD カードとかに入れてもいいですし、っていうのもあって128でもいいかなっていうところだったりとか、基本的にはですね、今のスマートフォンの容量ですね、見れますので、何ギガバイト使ってる、設定から調べてもらうと出てくるんで、例えばじゃあ256買ったけど100半分も使ってなかったとかだったら128でも大丈夫だと思いますし、逆に今パンパンの状態とかなら128で256にした方がいいっていうねことになりますし、なので基本今の容量とか参考にしてもらえばいいのかなと思います。動画撮るとかそういうとこもそうなんですけども、128、256、512ですかね。だいたい1.5万256にして、iPhone 15の場合だとですね、だいたい 1.5 万円ぐらいの差のみなので、256にそのぐらいの差だったらしといてもいいかなっていう感じはしますね。512にすると、3万円ぐらい、一気に3万円ガンって上がっちゃうので、あんまりコスパ良くない気がするんでねっていうところですね。はい。で、あとはライトニング、ここも端子のところなんですけども、個人的にライトニングしか持ってなかったから Type-C ですね、 USB-C になったのはちょっと面倒かなっていうねコメントもありましたね。これはね確かにありますね。逆に今まで iPhone14 以下かなまではライトニングだったりとか、特にあと AirPods とかライトニングだったりとか、iPad も例えば9世代以下とか、少し古いタイプだと、まだライトニングのねものとかありますんで、基本的に自分の使ってる、デバイスがですねライトニングがほぼ占めてるみたいな方は、逆に面倒くさ
いところはあるかもしれないです。ただ逆にじゃあ iPad USB-C ですとか AirPods も USB-C ですで iPhone だけライトニングみたいなパターンだとすごい楽なのかなと思いますね。僕は基本やっぱ Mac が母体になって使ってるので USB-C やっぱ使うんですよね。なので僕は USB-C の方が楽なんですけど、そこら辺はやっぱり周りのデバイスによって15にするのか14以下とかね、ライトニングの方が逆に楽だったりすると思うんで、はい、っていうところはあると思います、正直ね。はい。で、あとは15 Pro とね、結構迷うみたいなところもあるようで、11 Pro からですね、これメグさんかな。iPhone 11 Pro から15 Pro か無印、iPhone15 ってことだと思いますね。買い替えようと思ってます。で、見た目的には15 Pro の方が好きなのですが、機能面でそんなに使わないなという感じで、強いて言うならカメラですが11 Pro からだと望遠がなくなる以外に変更点ありますでしょうか。メリットデメリットあればそれぞれ教えていただけると幸いですね。丁寧にコメントありがとうございます。カメラの分最初ねちょっと話したんですけども、例えば11 Pro 12からですね11からプロモデルが出てカメラ3つあるんで良さそうに見えるんですけど、プロの方が中身のその仕様的にはね同じですね、正直今。なんで iPhone15 ですね、今カメラ2つなんですけども、この光学ズームのオプションっていうのが、これ書いてあるんですけど、これどういうことかっていうと、見せた方が早いかなこれね15 Pro のカメラなんですけど、今までは1倍とこの 0.5 倍、なんでこうすごいこうちょっと今汚いけど、はい、超広角カメラと広角カメラしかなかったんですけど、これが2倍ズーム、光学2倍ズームもこれできるようになったんで、結構ね、なんていうかな、割とね画角を変えて綺麗にこうズームして撮れるんですよ。なのでiPhone15 でも画面も結構明るいしね、なので仕様的には同じなんですよね。メリット的な本メリットしかない気がしますけど、あと何かあるかな。カメラの解像度自体も24と48、11 Pro 12 Pro あたりは12メガピクセルかな、1200万画素なんですよ。で15は24と48、2400万画素と4800万画素まで撮れます。そこの解像度に関してはそんなに見た目で変わるかっていうとちょっと微妙なんですけど、一応そこだったりとか、ポートレートも一応良くなってるし、バッテリー持ちもいいですね。カメラ以外のところだと。あとマグセーフっていうこの、磁石がね内蔵12から iPhone12 シリーズから入ってるんで、よいしょと。これもね充電できたりもしますし、基本メリットしかないかなっていうか、カメラ性能も同じような2倍ズームまでできるんで、光学ズーム。しかも軽くなります。プロモデルより軽くて性能良くてバッテリー持ち良くなるんで、かなりいいんじゃないかなと思いますけどね、僕は。11 Pro 売れば多分どうですかね、実質5、6万ぐらいで買えるんじゃないかなっていう気はします。はい、売り方によるけど。あとはですね、で iPhone12 無印から15か15 Pro か迷ってるんですけど、どっちがいいですかねという質問でございますが、どっちでもいいと思うんですけどって言ったら終わりなんだけど、最終的には直感でいいと思いますよ。ここに関してはこのデザインが好きかどうかっていうところと、プロモデルに関してはねそんなに中身変わんないです正直。バッテリー持ちはプロの方が、少しいいんですけどあんまり変わんないですね。なので、直感的にやっぱりいいなと思った方と、そこに対して3万円かな、大体3万5千円ぐらいの差があるので、一番安いモデルで、それをプラスしてもいいそれを出してでも欲しいなっていう思えるかどうかだと思います。なので最後は直感でナチュラルチタニウムがいいなら買ってもいいし、正直性能的には15で全然、僕は十分だと思います。そんなに変わんないと思うので。あとはですね、ププーさんは12ミニ12ミニからの買い替えでしたが、重くて想像以上にスマホ触らなくなりましたと、こんなに重いとはっていうね書いてあるんですけど、やっぱり一回実際にね触ってほしいかなっていうところはあります。結構携帯ショップとか地方でもねあったりするんで、とかですね、ミニモデルやっぱなくなっちゃったんで、15の方が軽いんで、そういう意味ではミニから買えるんだとおすすめかなと思いますね。それでも 170g ぐらい、ミニと比べて 40g ぐらいかな、 30g ぐらいは重くなっちゃうので、バッテリー持ちその分全然良かったりするんですけども、そこら辺はね、特にプロモデルは15プロは軽くはなったんですけど、重いといえば重いので、ここは気をつけた方がいいかなと思います。であとはなんか11 Pro からピクセル8か15かで悩んでますピクセルもねすごいいいんでね、どっちでもいいと思うけどこれも直感で、はい。Android でまたこう面白いというか、カメラに関してはやっぱピクセルの方がね綺麗な気はしますね。ポートレートモードとかすごいね正確だったりするんで、ただやっぱりその Apple で使ってると
課金したアプリとかはやっぱりね Android でこうまた別で課金しないといけなかったりとか、そこの面倒さはありますかね。最初多分それをやっちゃえば大丈夫なんですけども、若干そこの面倒くささはあります。やっぱ App Store とこのGoogle プレイストアは違うのでそれしてでも、使いたいみたいな魅力があればいいのかなと思いますけど、11 Pro なんだけど15プラスにしようか迷うというね、無印と普通のモデルとこのプラスモデルは違うのかなっていうところなんですけども、同じですね。基本15プラスは画面が当たり前ですけど大きくなってバッテリー持ちが良くなってます。はい、で大きい割には、いわゆる15のプロのプロマックスと同じサイズ感になります。同じなんだけど軽いんですよね、重さが。なのでバッテリー持ち軽くて、やっぱバッテリー持ちが欲しくて大画面が欲しいっていう人は向いてるかなと思うんですけども、それ以外は中身の仕様的にはね全部一緒です。はい、なんで前の14プロとかかな、13プロ14プロぐらいの重さですかね。その割には軽いっていう感じかな。基本はそれ以外は全部一緒です。別にカメラがいいとかもない、15と比べて。はい、で14プロにするか迷うっていうのね、これも割とあったんですけども、個人的には僕は15派かなと思います。14プロ買うなら、デザインが好きとかならいいと思います。いいと思うんですけど、15の方が無難かなっていうか、本体が軽いっていうのと中身の仕様的には正直ね一緒なので、画面も明るさもね15も明るくなりましたし、カメラも2倍ズームできるし、14プロは3倍ズームだったかな、確かね、光学ズームは。はい、重いんですよ14プロ正直。デザインがね好きならいいと思います。かっこいいから。はい、あとこのリフレッシュレートかな、14プロから15に変えたっていうところですけどね、プロからこの15に変えるんだったら、画面のこの書き換わる 60Hz っていうものとこの10、普通のモデルとプロモデルの違いですね。画面が 60Hz か 120Hz っていうものがあって、画面のこの滑らかさがですね、違うと、いただけないっていう、数値上は違うんだけど、どうかな、今までなんでプロモデル13プロ14プロとかじゃない限りは全部 60Hz のはずなんで、今の iPhone15 と同じなんですよ。なのでそこは問題ないかなと思います。なんで13、14プロから変えるとちょっと違和感あるかもしれないただどうかなこれは結構ね人によって感じ方が違うので、120Hz の15プロの画面見ても特に違いを感じないっていう人もいるんで、なんでこれも一回見てもらった方がいいかもしれないですね。滑らかさが、ちらつきがなんか減るっていう感じ、滑らかにヒュッて動くんですよね。ゲームとかに関してはなんで15プロがいいのかなと思います。15と15プロどっちっていうね、プロを真剣に検討するほど15でいいかものこの無限ループになってますっていうねところはありますけども、そうなんですよね。めちゃくちゃわかりますけどね。今回に関してはただ結構僕は15でもいいかなと思ってます。前の iPhone14 に関してはね、iPhone13 から14っていうのはもうほとんど一緒だったんで、もう本当に色だけ違うみたいなだったんですけど、今回は割と変わったので14から15に関しては、なので割と15でもいいかなっていう気はしてますけど、プロはプロでまだこのチタンがねいいっていうのはあるんで、最後は直感で決めていいんじゃないかな。ただその性能的には15でいいですよっていうのは言っておきます。全然満足できるんじゃないかなと思いますので、感じでございました。今回緩く答えましたけど、iPhone15 の最初言った通りレビュー動画プロもありますし、今後また出していきますので、ぜひチャンネル登録通知ベルを押していただくと届きやすくなると思うのでね、はい、お待ちください。気になる方は。であとはこの15にね変えるべきかどうかっていうところ、全部モデル選び方みたいなところも解説したりしているので、これもさっとねラジオ感覚で聞けると思うんで、あとこの裏技設定じゃないけど、これはiPhone ね、皆さん持ってる iPhone でできると思うんで、これはねやった方がいいです。絶対に、こんなんあるんかいって思うんで、僕も調べてびっくりしました。であとケース類とかもですね、あと充電器とか、アクセサリー類に関してね結構いろいろめちゃくちゃケースもね何個試したかもう2、30個ぐらいは試してる気がしますし、今充電器もいっぱいあるし、またモバイルバッテリーとか紹介しようと思ってますので、はい、ぜひね、特に今僕使ってるリングとか、すごいおすすめなので、本当に1000円台とかで買えるものいっぱいあるんで、ぜひねマグセーフ磁石ね活用してほしいなと思いますね。Mac のね動画とかも好評で出してますので、そこら辺もね気になる方はぜひこの動画良かったなと思ったら高評価、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。 iPhone15 はねいいよ、本当に久々にいいと思った。比べとく、レビューしてますけど、高級感はやっぱりね、ちょっとこれケースつけてるけど見えねえな。このチタンの質感はねすごいいいですけど、なんかブランド品みたいな感じですよね正直ね。
いやもうこのポップな感じでも全然可愛いけどな。高級感意外とある。15でも画面ね、常時表示は、使えませんが、15だとやっぱりこう表示、しておく機能があったりとかね。15はないんですけど、画面結構明るいしね、かなり使いやすくなってると思います。僕はおすすめよ。15おすすめよはい。暑いな。